皆さん、ついに講義編も第5回となりました。前回講義のレベルがかなり上がったと思ってるので、少々ついてこれてるか不安なところもありますが、ぜひコメント欄でついてこれてるかどうか教えていただけますと幸いです。全然コメント来なくて困ってます。では、まずこれまでのおさらいです。まず、最初は何も考えず、リーチに向かっていくことを教えましたね。じゃあ端っこを切っていって、真ん中の牌をコレクションしていく。これによって早めにテンパイすることでリーチということをゴールとしてやってきました。次に、折と悪い手のさばき方について学習しましたね。悪い手は戦うだけ失点の可能性の方が高いので、基本的には守備を意識して手組みをしていきましょうというお話でした。上記の2点について分かりやすく AB 表にまとめてみました。イエーイ。そう、この星名、徐々に資料作成能力も向上してるよっていうことですね。今回の AB 表ですが、内容としては手をドラの枚数によって評価してます。ドラが多い手は基本攻め、ドラが少ない手は基本折りが鉄則ですが、その中でさらに手の形がいいものと悪いもので、最終的なジャッジとなっています。最終ジャッジは信号の色に例えて赤、青、黄になぞらえて色をつけてボックスでつけております。ここでいう形のいい悪いというところが若干主観要素がある項目となってしまうのですが、ここはちょっと人によって千差万別なのでご了承ください。個人的にはピンフやターンヤオなどの最終形がイメージできる手はなかなかいい手かなと思ってます。いい手のさばき方についてはまた別で AB 表も用意しているんですが、いい手で迷った時はこっちも見てみてください。内容はほぼ一緒なのであえて深くは語りません。ただ、今回は主にいい手をさらに高くさせるというようなトピックでお話をしていきたいと思ってます。具体的にどんなタイミングかというとこんなタイミングですね。この手、すでにテンパイしてます。余ってるローソを切れば、5万6万のシャンポン待ちになります。交通になるか頭になるか2択の待ちですね。5万と6万のリーチに対して非常に危険な範囲なので、おそらくリーチといったら相手から5万6万は出てこないでしょう。また、みんな使いやすいところであるため、山にいる確率よりもみんなの手の中にある確率の方が高そうですね。山に多くて2枚、悪くて0枚というところかなと思います。これまではリーチということが目的だったので、こんな5万6万待ちでもリーチをしていたんですが、ここまで講義を受けていただいた皆さんからすると、もはやここでリーチに行くのもったいなくないですかっていうのが今回の話です。例えば、ここでシンプルにローソーを切ってしまうのではなく、単ヤオに向けて9万を一旦切っておくことで、ローソーに数層からチーソーの何かを横にくっつけて単ヤオだったりピンフを見る方が圧倒的に高くなりそうですよねってことです。まだ説明はしていませんが、いわゆる中膨れと言われるこの形。新しい役である E ペイコーの可能性も出てきます。さあ、では話の流れで早速新しい役の説明に移っていきます。前回は守りにも使えて高い役を教えましたが、今回は完全に攻めのための役になってます。一発目は先ほどちらっと話が出た E ペイコーです。E ペイコーは同じ瞬通の形が2つできた形になります。前のスライドの手で言うと、5667から5か7を引いて、もしもう片方で上がれば成立するという可能性があるってことですね。先ほど説明したいわゆる中膨れの形は4から7どれを引いてももう一つ瞬通ができる可能性があるため非常にいい形とされてるんですね。この手は泣いた場合は成立しないためリーチを目指す時のみ意識して作ってみてください。続きまして3色同順という手です。3色とよく言われますね。この手は同じ手の中に順番が同じマンズ、ピンズ、ソーズそれぞれの階段が出来上がることで成立する役になってます。一つでも同じ種類があれば、それは3色ではなく先ほど紹介した E ペイコーという役になりますので、全3種類を同じ順番で手を作ることが条件なので、ここはぜひ注意していってください。この手はもちろん先ほどの E ペイコーよりもできにくいので、さっきの E ペイコーよりも基礎点が高く、泣いても成立する役になってます。また、字面で見ると簡単そうですが、実際に麻雀で実践してみようと思うと、容易に見逃してしまうことも多いので、そこはぜひ注意してくださいね。私よく見逃してました。最後に一気通貫という役になります。一通という略称でも呼ばれますね。この役はさっきの3色同順より分かりやすいです。さっきは違う3種類を使って同じ階段を作ることで成立する役でしたが、今回は同じ種類の牌を1から9の順々に揃えていく手になります。一手でも1、2、3、3、4、5みたいになってしまった場合、一気通貫の役は成立しませんので、そこだけご注意ください。ピフの役はつくことありますけどね。さて、ここで役も増えたことですので、前回の役の早見表を更新していきましょう。赤い太字が今回新しく増えた役となってます。3つともそこそこ出現頻度は高い役になってます。特に高い手を作らなければいけないとき、かなり狙われる役になりますので、加点条件としてぜひ覚えていきたいところですね。で、これも一応再活ですね。何個役があればざっくり何点になるのかっていう早見表です。
これは結構今後点数を考えながら戦っていく上で重要になってきますので、まだまだ簡易版でこの表の限りでないことも多いんですが、この簡易的な表だけでも覚えていってください。では最後に今回紹介した手を作るために、いい手をより良くするための手組みの方法、今回特別に皆さんに伝授したいと思います。状況によっては安くても早く、もしくはより良い街で上がることが必要な場合もあるので、今回はあくまで手を高めるときに選択する手作りについて説明していきますので、今回が絶対の正解ではないことをご承知おきくださいね。まず E ペイコを作るためのコツですが、これは一番最初に冒頭でお話ししてた内容に似てます。今回で言えばすでに5万を切れば1、2万を使ったペン3万待ちになりますが、これを2、1、もしくは1、2どっちの順番でもいいんですけど、どっちも切っていくことで5万の横にくっつけてピンフや E ペイコを狙おうっていう魂胆です。これがいわゆる中膨れの形と言われるところから E ペイコを作るような流れになります。ここら辺でこんがらがりそうなんで、再度ピンフの説明をさせていただくんですが、ピンフは両面の待ちにならないと成立しない役なので、前回動画でお話ししたカンちゃんやペンちゃんでは絶対成立しないのでお気をつけください。泣いても成立しないですね。で、泣いても成立しないのは E ペイコも一緒なので、ここも合わせて覚えておいてください。続いて3色を作る時のポイントですが、まずは3色を見逃さないことが一番のポイントです。こんな手だと一見普通に東の方が出やすいから、ウーソーを切って3層とトンのシャンポン待ちにしてしまいそうですが、見落としにお気をつけください。もちろん3色は高い役なので3層を切った関数層の方が高い待ちになるんですが、まあ場の状況にもよるんですが、基本上がりやすいのはいらなくなる確率の高い東を絡めたシャンポン待ちなことも頭の片隅に入れておいてください。高い関数層、もしくは上がりやすいトンと3層のシャンポン待ち、どっちか使い分けてみても楽しいかなと思います。最後に一気通貫の説明です。これもさっきの3色同順と似てるのですが、3色よりも狙いやすい手に個人的にはなってるかなと思ってます。例題としてはさっきの3色同順と似てるんですが、例えばこんな状態の時、9万を切れば、6、7万を持ったウーマンパーマン待ちのテンパイが取れます。両面の待ちですね。もちろんこの方が上がりやすいんですが、もし高い手を目指すのであれば、あえて6万を切って、7万、9万と持ったカンパーマン待ちを選択することで確定した一気通貫を実現できますね。今回の内容かなり難しくなってきたことは承知の上なんですが、今回のショーでさらに麻雀の面白さが伝わっていればと願うばかりです。これで説明編は終了です。みんな実践したくてしょうがないっていうような内容だったんじゃないでしょうか。私の実践編は来週上がりますが、皆さんは先んじて今回の講義内容を実践で試してみてくださいね。では私は実践編へゴー。